もしも宇宙空間が水だったら、少し目を閉じて想像してみてください。ロケット、カウントダウン、3、2、1、発射。大気圏突破。次の瞬間、いきなり水、ドボン。衝撃で宇宙飛行士全身打撲。宇宙がプール。ここでようやく真面目に考えます。宇宙が真空ではなく水だった場合、私たちの地球はどうなるのか。地球は今と同じです。空気があります。雲があります。風も吹きます。ただし、大気圏の外側から先、そこは真空ではありません。無限に広がる水の層。地球はその中に存在します。例えるなら、透明な球体の内側だけが空気、外はすべて水。上を見上げると、空の向こうは水。夜空は揺れます。星はくっきりではありません。水越しに見える光、ゆらゆら歪む。天文学者、ちょっと酔う。真面目な話。水は光を屈折させます。観測精度は大きく下がります。遠くの銀河はぼやけます。そして音。今の宇宙は無音です。しかし水なら、振動が伝わります。どこかで常に低い響き。深い層の向こうからの圧力波。ロケットは宇宙へ出た瞬間、空間を飛ぶのではなく、水をかき分け進みます。それでも地球は守られています。空気の殻に包まれた惑星。内側だけが呼吸可能。外は無限の水の宇宙。もしその境界を越えれば、真空ではなく、圧力、抵抗、そして静かに揺れる宇宙が待っています。ここからは少しだけ現実的に考えてみます。宇宙は水で満たされている。では何が一番変わるのか。まずは重さです。今の宇宙空間はほぼ真空だとされています。しかし水がある。それだけで宇宙の総重量は桁違いになります。気になる。その水って軟水？それとも硬水？軟水なら飲みやすいのにな。話戻します。宇宙の総重量は水で桁違い。つまり宇宙そのものが重くなる。空間が軽いという前提が崩れます。次に広がり方。宇宙は今、広がっていると考えられています。ですが水が満ちているなら、広がるにも抵抗があります。
風船を水の中で膨らませるようなものです。外へ外へとは広がりにくい。宇宙の拡大は鈍くなる。伸びるというよりもがく。次に光。水の中では遠くが見えません。25メートルプールの端もぼやけます。それが宇宙規模。銀河は常に揺らいで見える。星座は固定されません。私のさそり座はどんな形になるんだろう。ザリガニ座になるかもしれない。せめて車エビ座がいいな。なんかすごいやだな。観測できる距離は短くなります。私たちが見える宇宙は今より小さくなる。次に移動。水は抵抗を生みます。早く進もうとすればするほど強くブレーキがかかります。ロケットは大気圏を抜けた瞬間、真空ではなく水、推進力のほとんどが水を押すことに使われます。例えるなら全力ダッシュを水中でやるようなもの。月に行くのに3日では足りません。300日。いや、もしかすると数年。宇宙旅行は修行になります。次に熱。今の宇宙は熱を逃がしにくい。しかし水があれば、熱は周囲に伝わります。恒星の周りには温度の層ができます。宇宙には水温が生まれる。熱い銀河、冷たい銀河。宇宙にも体感差。次に音。水は振動をよく伝えます。爆発は無音ではありません。もし地球の外に出られたなら、宇宙は静かではない。低く、長い振動が続く世界。ただし私たちは聞こえません。地球の空気の殻が守っているからです。外は水。その中で宇宙はゆっくりと動き続けています。ではここからは少し視点を変えてみます。宇宙が水で満たされている世界。地球は空気の殻に守られています。その外側はすべて水。つまり私たちは巨大な水槽の中に浮かぶ空気玉の住人。真面目な話。この空気の殻はどうやって保たれているのか。重力が空気を引き止めています。しかし外側には水圧があります。地球は常に押されています。全方向からじわじわと。でも安心してください。今の地球も大気圧に耐えています。ただ今回は外が水。圧力スケールが違う。つまり地球は宇宙最大級の耐圧容器。とんでもない性能。ただこの容器には保証書がない。
次に考えるのは境界です。大気圏の外側、そこから先は軟水か硬水かわからない水。そして水には流れがあります。恒星の重力が水を動かします。宇宙規模の潮流が生まれます。銀河の近くでは強い流れ、何もない空間では静かな水域。宇宙航路は直線ではありません。流れを読む必要があります。ここで問題。宇宙天気予報が始まります。ユーラシア大陸地区上空宇宙に強い水流が発生しています。光が大きく屈折するので運転に注意してください。これ屈折防止メガネ売れるな。よかったな。メガネのパリーミーキー。アフリカ大陸地区上空宇宙は安定しています。安心して外出してください。そして光の見え方。水は常に揺れています。星は固定された点ではない。常に揺らぎます。そして想像してください。上空のさらに上、輝く水。超飲みてえ。もうここからは想像力だけでいきます。宇宙が水で満たされているなら、きっと宇宙には巨大な生き物がいます。惑星サイズ、銀河サイズ、ゆっくり泳いでいる。私たちは気づいていないだけ。ある日、夜空の星が一斉に動く。あれ、星座じゃない。巨大ホタルイカのジンマシン。次にブラックホール。穴ではありません。口です。ずっと開けてる。何でも吸う。たまにゲップ。あれ、歯を磨いてる？巨大ハリセンボンが横切っただけ。次に考えてください。地球は空気の泡。外から見ればただの気泡。巨大な宇宙生物からしたら炭酸。ある日、ごくり。あれ、炭酸じゃないや。そこの想像はやめましょう。そして UFO、 円盤型ではありません。スクリューがついてます。そして細長い扇風機の土台を外したやつだ。目撃情報増える。そりゃ目立つ。宇宙戦争。レーザーではありません。土台を外したところから出ている配線。なんか勝てそう。そして最後に宇宙の果て。そこは壁ではない。水だ。永遠に水だ。ほんの少し。お母さんのお腹の中にいた頃を思い出す。
想像を少しだけやめましょう。宇宙が水で満たされている世界、それは荒唐無稽な話に聞こえるかもしれません。けれど、私たちは宇宙の本当の姿をまだ知りません。真空だと信じています。広がっていると考えています。ですが、それも観測の結果に過ぎない。見え方が変われば、世界の前提も変わります。水の宇宙では、光は揺らぎ、音は伝わり、動きは抵抗を受ける。静寂ではなく、流体の中の宇宙。その中で、地球は空気の泡。ただ一つの呼吸できる空間。外側は無限の水。内側はたった一つの大気。私たちはその境界の内側にいる。安全だと思っている。当たり前だと思っている。けれど、宇宙空間は本当に真空と呼ばれる空間なのか、それとも何かに満たされているのか、私たちが感じていないだけで何かに包まれているのか。水という発想はその可能性を少しだけ広げます。私たちの常識は観測できる範囲の中だけで作られている。見えないものは存在しないとは限らない。水の宇宙は現実ではないかもしれない。でも、想像することで宇宙の形は少し柔らかくなる。固定された真空ではなく、揺らぎのある空間、流れのある世界。もし本当に宇宙が水だったなら、私たちはその中でどんな存在なのか。泡なのか、浮遊物なのか、それともただの通過点なのか。わからないからこそ想像する価値があります。私たちは宇宙を完全には理解していない。だからこそ、もしもが生まれる。真空でも水でも宇宙は広がっている。その広さは私たちの想像力と同じだけ。静かにゆっくりとどこまでも広がっています。もしも宇宙空間が水だったら、あなたはどんな世界を想像しましたか？そしてあなたならどんなもしもになりますか？